今回はお安い材料で簡単にできる定番の副菜4品の作り方をご紹介します。作り置きやお弁当にもおすすめの副菜4品です。まずは材料です。調味料は後ほど動画の中でご紹介します。作る前に準備しておくものです。ひじきを戻しておきます。ほうれん草を茹でるお湯を沸かしておきます。京揚げの油抜き用のお湯も沸かしておきます。では食材を切っていきます。人参は3品に使いますので、それぞれの料理に合ったサイズに切っていきます。きんぴら用の人参は少し大きめのこれくらいのサイズです。切り干し大根用の人参はこれくらいのサイズです。ひじきの煮物は少し小さめにこれくらい。ごぼうは火が通りやすいように薄く切っています。軽く水にさらしておきます。京揚げは切り干し大根とひじきに使いますので、食べやすいサイズに切っていきます。薄揚げでも大丈夫ですが、私はいつも京揚げを使用しています。切ったらざるに入れて、先ほど沸かしておいたお湯をかけて油抜きをしておきます。ほうれん草はよく洗ってから食べやすいサイズに切っていきます。葉の部分はこのように縦に切り込みを入れてからカットすると喉に詰まりにくくなります。さあ作っていきましょう。まずはほうれん草のごま和えですが、切ったほうれん草を沸かしていたお湯で茹でていきます。さっと茹でるだけで大丈夫ですので、1分ほど火を通したらざるにあげて、冷水で色止めをしていきます。調味料です。いりごま大さじ 1.5 をすり鉢に入れてごまをすります。すりごまを使用してもいいですが、いりごまをすると香りがとても良くなります。ここに醤油大さじ 1.5、 砂糖大さじ 1.5 を入れてよく混ぜていきます。ごま和えの調味料は1対1対1ですので覚えやすいですね。この調味料はほうれん草のごま和えだけでなく、いんげんやブロッコリーのごま和えにもよく合います。このような状態になったら、先ほど茹でておいたほうれん草をよく絞って調味料を入れていきます。調味料が残らないようにほうれん草でこそぎ取りながら合わせていきます。食べた方がみんな喜んでくださるほうれん草のごま和えがあっという間に完成です。2品目は切り干し大根の煮物です。鍋に材料を入れていきます。煮汁がよく吸うように小さめの鍋で作るのがおすすめです。切り干し大根 30g、 人参1分の1本、刻み大豆 50g、 京揚げ1分の1枚。調味料です。水 300ml、 本だし 5g、 砂糖小さじ1、みりん大さじ1、醤油大さじ1。全部入れたら強火にして沸騰するまで沸かしていきます。沸騰してきたら落とし蓋をして
弱火にしてコトコト煮込んでいきます。こちらが10分ほど煮込んだ状態です。煮汁を吸っていい塩梅になっていますね。ちょっと簡単すぎますが、あっという間に切り干し大根の煮物も完成です。切り干し大根は栄養価も高いので、ぜひお試しください。3品目はひじきの煮物です。鍋にごま油をひいて中火にかけます。材料を入れます。京揚げ1/2枚、人参1/2本、水煮大豆 20g、 乾燥ひじきを戻したもの。ごま油が全体に行き渡る程度に軽く炒めていきます。軽く炒めたところで調味料を入れていきます。水 500ml、 本だし 5g、 酒大さじ2、みりん大さじ2、醤油大さじ3。ひじきはカルシウムや鉄、食物繊維などさまざまな栄養素が豊富に含まれていますので、積極的に食べたい食材ですね。全部入れたら中火でコトコト煮込んでいきます。こちらが10分から20分ほど煮た状態です。煮込むほど味が濃くなりますので、お好みで調整してください。4品目はきんぴらごぼうです。フライパンにごま油を入れて中火にかけます。水にさっとさらしたごぼうと人参を入れて軽く炒めていきます。ごま油が全体になじむようにさっと炒めるだけで大丈夫です。蓋をして弱火にして5分ほど蒸し焼きにしていきます。こちらが5分ほど蒸し焼きにした状態です。ごぼうも人参も柔らかくなっています。調味料を入れます。酒大さじ1、みりん大さじ1、醤油大さじ1、本だし 4g。 全部入れたら味をなじませるようにさっと炒めていきます。焦げないように弱めの火加減で炒めていきます。蒸し焼きにすることで味が入りやすくなって柔らかく美味しく仕上がります。あとはいりごまを振りかけて完成です。今回は我が家でもよく登場する定番の副菜4品をご紹介しました。どれも5分から10分でできる本当に簡単な副菜ばかりですので、ぜひお試しください。最後までご視聴ありがとうございました。